いらっしゃいませ。お待ちしておりました。ご招待させていただきましたのは、夜に隠れた秘密のカフェ。今晩はいくつもの世界を丁寧に引いて入れた特別なブレンドをご用意しました。コーヒーのようにほろ苦く、紅茶のように香り高く、お砂糖のように甘い世界もございます。それではあなたを特別席にご案内いたします。開店です。夜風ナイト。いらっしゃいませ。こちらはインディーゲームレーベル夜風です。当店では一口味わうだけで引き込まれてしまう、そんなインディーゲームを取り揃えております。そのどれもがグラフィック、音楽、テキストやゲーム性といったさまざまな要素を配合した情緒あるブレンドです。今夜はその中から新たに仕入れたとっておきのゲームたちをご紹介いたします。お気に入りのゲームが見つかりましたら、ぜひあなたのコメントも残してくださると嬉しいです。本日の店長は私、異世界情緒が担当しております。よろしくお願いします。それでは早速ご案内いたします。こちらはあなた自身を見つめるブレンドです。この深淵を覗くか否かはどうかあなたが決めてください。ドーナツをどこまで食べたら穴はなくなると思いますか？たこ焼きを焼いた後、タコを取り除いたら、それはたこ焼きと言えるでしょうか？黒焦げになったたこ焼きはどうでしょう？本当の自分なんて存在するのでしょうか？傷つくこと、傷つけること、どちらを選びますか？私たちはなぜここにいるのでしょう？他の誰かたちの選択はこのようですね。では続けての問いを。絶対にバレたくないあなたの秘密を私が知っていたら、あなたは私を消しますか？答えてくれますか？私の問いに。ドーナツの穴。ドーナツの穴は答えのない問いに答える思考実験アドベンチャーゲームです。誰も覚えていないことは最初からなかったことと同じ。心が温まる経験、心が痛む経験、どちらが人生をより豊かにする？この問いに正解はありません。あなたの思うように答えてください。問いに答えた後、どのくらいのプレイヤーがどんな選択をしたのかがわかります。自分と同じ答えの人がどれくらいいるのか確認したり、他の答えを選んだ人の理由を想像してみたり、自分と誰かの考えに思いを巡らせてみましょう。白昼夢のような世界で思考の海へ沈み込めば、あなたと私の本当が見えてくるかもしれません。そしてもしかしたらこの物語の秘密も、その深淵と向き合うか否かはどうかあなたが決めてください。答えのない問いにあなたはどう答えますか？個人ゲーム開発者宮村敦樹が手掛けるドーナツの穴完全版は現在鋭意開発中。さらに美味しくなったドーナツの穴を楽しみにお待ちください。
続いては夢を覗き込むブレンドです。不思議な夢をめぐり真実を照らす物語。グリーンライトはシンガーソングライター柳凪の音楽の世界を体験できる短編アドベンチャーゲームです。ここは山奥にある田舎町ビリジアンド。いつものどかなこの町にはかつて緑色の鉱石グリーンライトが栄えていました。そんな町に不思議な噂が。この町で眠った人はみんな同じ夢を見るらしい。そんな噂を聞きつけてさまざまな悩みを持った観光客がやってきます。あなたはホテルのお手伝い緑となって夢を見たお客さんからお話を聞き、未完成な夢を完成させましょう。完成した夢の先には何が待っているのか。この町の秘密と緑の鉱石、夢をめぐる冒険の始まりです。柳凪箱生活ルーム6による共同制作の短編ゲームグリーンライトは Steam、App Store、Google プレイにて無料配信中です。またゲームグリーンライトの物語は柳凪さんのアルバム楽曲グリーンライトの物語とも連動しています。緑の鉱石が照らす物語をゲームと音楽でぜひご堪能ください。こちらは辛く、しんどく、美しい3つの味わいが楽しめるブレンドです。3つのゲームを1つにつなぐショートのミックステープ。ショートフィクションズはあの頃のゲームを空気感ごと味わえるオムニバスアドベンチャーです。たった1日だけ念願の有給休暇を得た主人公佐々木は魔法のゲーム機ニューウィーと一緒に3つの小さなアドベンチャーゲームを遊びます。悪魔の誘いへノーと言い続けるドントセイイエス。どうしても南に行けない主人公を目的地へ連れて行くトゥーノース。忘れてしまった記憶を思い出すインメモリアル。収録されているのはどれもワンプレイ30分で完結するシンプルで記憶に残るレトロなゲーム。そして3つの物語は佐々木の体験の中で一つの隠された真実につながっていきます。人生の最後に
一つだけ夢が叶うなら君は何を願う？マインドハックのシナリオ、プログラムも担当している赤ギツネが新たに手掛けるショートフィクションズは2026年リリースに向けて鋭意開発中です。さてこちらは植物香るブレンドです。この世界は問題に遭遇し修復を必要としています。ブルースクリーンは草刈り研究アクションアドベンチャーです。研究室の中で一人で暮らしていた少女シダ。ある日母の面影を追って研究室の外へ。そこは増えすぎてしまった植物と毒の胞子に覆われた静かな研究施設でした。主人公であるシダは植物を刈り取り、植物から採取した種を使って研究を進め、研究した植物の力を借りることでさらに施設の深部を目指していきます。その過程で見つける記憶にない自分の面影。私は一体なぜここに一人で残されているのか。奥地へ進めば進むほど深まる謎と危険な植物の生態。果たしてシダが最深部で見たものとは。ピクセルアーティストアポプラスとアンリアルライフの箱生活による共同開発のブルースクリーンは現在じっくり制作中です。楽しみにお待ちください。こちらは極めて目が冴えるブレンドです。その目は見えすぎる。さて、第一発見者はあなたですか？それでは事件があった時、あなたが見たものを見せてもらえますか？
ディテクティブネッコは誰も死なないミステリーアドベンチャーです。事件を追う新米探偵ネッコと相棒の事件簿。ネッコには見えすぎる目の能力があります。それは目に映った過去を見ること。容疑者の証言をもとに事件当日の出来事を容疑者自身の視点で体験していきます。口が語る嘘と目が語ってしまう真実。その矛盾を見つけることで2人は事件の真相へと近づいていきます。探偵としてどう考え、どう答えるか。選択によって物語の結末は大きく変わっていきます。あなたはこの事件の真実を見抜くことができるでしょうか。個人ゲーム開発者アラが手掛けるディテクティブネッコは2026年のリリースを目指し鋭意開発中です。続いては海のような深みのあるブレンドです。深い海の底であなたは標的として目を覚ます。インダークリコールは深海ダイブストーリーアクションゲームです。舞台は遥か深い海 Q ワールド。凄腕の暗殺者リンが目を覚ましたのはあろうことか自らが手をかける手はずだった標的の体の中でした。混乱の最中崩壊する施設から脱出すると謎のひし形ガラムと遭遇。施設破壊の補填として彼の下で働く羽目になります。その労働は極めて危険で、しかしあなたにしかできない仕事です。待ち受ける脅威ゴーストに食らいつき飲み込み時に吐き出す。無防備な少女の体を守りながら業務遂行を目指しましょう。繰り返される労働と明かされていく真実。過去と現在が交錯したその果てにこの海は何を映すのか。個人ゲーム開発者オズミカンが手掛けるインダークリコールは本日スチームページを公開しました。ウィッシュリストに入れて楽しみにお待ちください。続いては霧の中のブレンドです。朝の早い時間午前5時くらいになるとこの街には時々濃い霧が出る。
午前5時にピアノを弾くは霧の世界を探索するテキストアドベンチャーです。午前5時くらいになるとこの町には時々濃い霧が出る。山の中のログハウスに住む彼女はそんな霧が好きでした。でもどうして霧が好きなのかというのはよくわかりません。だから霧は好きだけれど霧の朝は好きじゃない。彼女は今日も深い霧の中で様々なものと出会います。午前5時に家を出た少女は選択肢によって増減する眠気、乾き、狂気、充電の4つのパラメータをうまく調整しながら午前8時を目指して歩きます。現在リリース中の無料版に過去のエピソードや朗読音声を追加した完全版の午前5時にピアノを弾くアンコールは2026年リリース予定です。続いては記憶を味わうブレンドです。扉を開けるとそこは誰かの記憶の中。プラトニカスペースは音楽×ゲームを掲げるプロジェクトあの街が開発する SF アドベンチャーです。記憶喪失のあなたがいるのは見ず知らずの部屋の中でした。扉を開けるとまた別の部屋。空間はどこまでも続いていて出口はありません。そこで出会った4人と共にあなたは脱出する方法を探します。ここでは物と場所の組み合わせで少しずつ記憶を取り戻すことができるようです。けれどもそれが誰のいつの記憶なのかは分かりません。少しずつ記憶を取り戻しながら少しずつお互いを理解し、そして溝が生まれていきます。あなたは思い出すでしょう。拳銃の引き金の重さや少女の体を貫く弾丸の小ささを。これをやったのは誰なのか、それとも自分なのか。疑心暗鬼になりながらあなたたちはやがて本当の自分を思い出します。それがどんなに認めたくないものであっても。午前5時にピアノを弾くの開発者和秀岡と上椿スタジオの共同プロジェクトあの街の第3作目となるプラトニカスペースは2026年夏のリリースに向けて鋭意開発中です。続いてはほろ苦い夜のブレンドです。行き先は不明。雨と光が流れゆく中、少女と夜のドライブ。
きっと大丈夫だよねは選択肢によって物語が分岐する会話型のアドベンチャーゲームです。行き先不明のドライブ中、車内にはあなたと少女の二人きり。空間を満たすのは静かな雨の気配とほのかに光るメーターや外の明かりだけ。どこか陰鬱さをたたえた少女との会話であなた自身の言葉を選ぶことによってストーリーは4つの結末を迎えます。そして全てのエンディングを見届けた後はもう一つの幕引きが。一体何が少女にとってそしてあなたにとって正しかったのか。その答えはゲームを遊んだあなたの心の中にだけあります。個人ゲーム開発者菜の花が手掛けるきっと大丈夫だよねは Steam にて好評配信中です。さて、この度アンリアルライフ6周年を記念してエンディングのアレンジ楽曲お話の続きはまた明日エピソード春アレンジを本日より YouTube にて公開いたします。任天堂スイッチパッケージ版に収録されていたこの楽曲、作詞作曲は箱生活さん、アレンジは春巻きごはんさん、そして歌は私異世界情緒が担当しました。これまで特典でしか聴けなかったこの楽曲に今回新たにアニメーター兼映像作家のトトリカさんが手掛けた素敵な映像が加わっています。それでは少しだけ冒頭の映像をお見せします。フルバージョンは箱生活さんの YouTube チャンネルにてこの後すぐ公開予定です。ぜひご視聴ください。伝えたい気持ちが今心の底にあってでも言葉にできやしないあなたには届かないしんしんとよどむ空に月かけざわめく世界進行は何色あなたに別れを告げた日世界は狂い出して踏切の鐘とともに青い青い夜が始まった理不尽と同じ数の結末がゼロになってゆく私をあなたにそして最後に新たな映像が届いています。こちらをご覧ください。さて、そろそろ閉店のお時間です。お気に入りのブレンドは見つかりましたか？夜風のゲームはインディーゲームです。一人一人が思いを込めて
じっくり丁寧に作り上げております。とっておきのゲームたちが出来上がるまでどうか楽しみにお待ちください。また本日は新しいブレンドを中心にご紹介いたしましたが、こちらの過去の夜風ナイトの映像もぜひ見ていただけると嬉しいです。そしてもしよければお土産も見ていってくださいね。お会計はこちらのレジにて。本日の店長は私、異世界情緒が担当しました。ありがとうございました。今夜の夜風ナイトはおしまいです。気をつけてお帰りください。またお会いしましょう。インディーゲームレーベル夜風でした。